試合から桜庭大成のスター街道の始まりだと思って、デビューしたてでね、ヘラヘラ笑ってるやつダメですよ頑張るので応援してください。デビュー戦でプロ格闘技の醍醐味を味わいました。2戦目でプロ格闘技の厳しさも痛感しています。お父さんはかなり僕に負けてほしかったらしいんで、ちょっと少しは学習するんじゃないですか。今日これ来たらでも特にセコンドはやらないんで泥臭い姿を見せれればなと思います。宇佐美翔パトリックはこの桜庭戦について話します。僕みたいな本物のストライカーと戦ったことがないはずです。相当怖いと思っているはずです。楽しみですね。さあ若い2人の戦いです。25歳宇佐美翔パトリック、間もなく27歳になる桜庭大成です。桜庭和志、その辺のコンディションも気になるんですけど、さあ打撃をどうするかですよね、パトリック選手の。さあ今回はガチガチのストライカー宇佐美翔パトリックを迎え撃ちます。画面左奥が桜庭、長いリーチ、左の足のミドルキック出してきます。蹴りバンバンいってビビったところにタックル行こうかなと思ってました。僕のいいところは何も知らないところなんで、もうとりあえず出そうと思っていけるんで。桜庭君がやっぱ思い切りが良かったんでやりにくかったのはあります。左ハイキック、フェイント入れながら蹴って蹴りで勝負してますね。インローいいですね、蹴りが。桜庭選手、さあ一塁に来たローシングル、あそこまで頭下げてタックル、ローシングルってなかなか MMA でないので、逆に新鮮っていうか。左ハイキック、打撃どうですかここまで。いや、いいと思います。右入った、三日月入ってました。聞いたのめっちゃ聞いてるからしてもらって、相手ビビってるから、ボディしっかりボディから左フック。選手どうですか、静止、左ですね。今逆に胃がブワーって一回なりました。クラクラってなって、でも多分バランス崩れただけだとかに多分見えたと思うんですけど、いやめっちゃ視界ぼやけてて、これ今来られたら終わるわって思いました。いや、やはり怖い。当たれば倒せる。ひるまないですからね、もちろん宇佐美左フ選手は。ック、右を思いっきり振ってきた。狙いすぎてましたね、多分自分が。多分パンチ全然出てないと思うんですよね、今日も。距離は確実に1ラウンドより近くなっている。左ストレート、左ハイキック、これだ。さあボディ捕まえた、アームロック、桜庭ジュニア捕まえた、アームロック、桜庭ジュニア、桜庭来るか、肘が抜けてますね。抜けた、逆の手、反対の逆の手に行く。いやー、桜庭の子は桜庭、右振りながら組みついてくる。すごい。パキッは聞こえて、でもなんか鳴ったなみたいなのは思いました。右を取るともう打てなかったです。すごいな、お父さんのような感何度か払ってる左、うわー、来た、また来た、当たるか、この1年の中で組みましたね、組んだ。投げるか、10号スロー投げさせない、左上に返した。うわ、担いで投げた、またガードの中で第2ラウンド終了。うわー、判定は行きたくないなと。やってやるぞ。さあ最終第3ラウンドが始まりました。左足を出したいフェイントからスーパーマンパンチでした。もう一つ座ってた。考えている。今度思い切り前に出る、カウンターでボディーだ。来た。さあついにチャンス切った。さあどっちが上取る、見事左足効いてる。どっちだ、桜庭が上。上取った。
足換えいきますね。来た、アキレス腱抜けた。ポジション取るのと一本取りに行くやっぱバランスを考えながら行きました。おー、チャンス。決める、ヒール。慌てんな、膝十字取れるよ。まだ持ってる。鮮やか。お見事。見事。寝技一本で決めてきました。すごい。ここから内ヒールでそれを潰しに来たらうまく切り替えましたね。はい。みんな言う。初めての寝技の展開で決め切りました。鳥肌が立ちましたね。行こうと思っても行けない自分が全然ダメすぎて、次帰ってきた時には強い自分見せれるように頑張るんで、応援のほどどうかよろしくお願いします。親の七光と言われて、そのまま言いたいことがたくさんあるんですけど忘れちゃったので覚えてないです。たくさん遊んで帰りたいと思います。ありがとうございました。動じない、ひょうひょうとした佇まい、ちょっと誰かに似ている。ちょっともっとマイクとかうまく飲む。そう痛くても切れたから今日の勝ちがあるんで、やっぱりそこがね、瀬戸際だと痛くて切れなかったら違う展開になった。お酒やめときましょうか。晴れますから。あれでだけっすよね、逆に。とはいえ。阿部さん喜んでくれますかね。いやー、なんか文句はまだ言われそうですけど、直接褒められることはないと思います。年末出たいです。とりあえず、はい。奥はないんですけど、強いと思うからその人を倒したいと思う。強い選手じゃなきゃ意味はないと思うので、強い方とやりたいです。お父さんはどこでしょうね。どっかで見ているはずです。勝利を挙げたのは桜庭大成です。猛威を振る中央アジア勢、ダウトベックに続き死の拳を持つ怪物が初登場。ヌルハンズマガジー、10戦9勝1敗、フィニッシュ率はおよそ 90%。 ジャッジピラーズの決定力で各国のファイターたちを葬り去ってきました。ヌルハンズマガジーが挨拶代わりの人体粉砕劇を披露します。現キングオブパンクラシスト最下ヤンボー達也、カザフスタンからやってきた怪物を迎撃することになりました。ですよね。しかし MMA ファイターになってからはもうバリバリの超絶ストライカーになって今活躍しているということです。ちょこちょこそこの駆け引きの中でなんか僕の行動一つ一つよく見てるなっていう感じですかね。プレッシャーかけてますね。そうですね。この左の拳が武器です。中に入ろうとしたサイカー、本当に打ち方、本当に打ち方、ハイキックがミドルに見えてしまってちょっと下がったところをハイキックがいい感じで当たっちゃった。Сделал хай-кик, он пытался мне пройти в ногу. Вот тогда я его поймал на удушающий. いきました。そしてまた組みついていったヌルハンズマガジー、実は寝技もできるということです。さあ脱色だ。壁に押し付けられると押し付けていきます。逃げられない。脱色決まった。一本勝ち。この男寝技もできるのか。とんでもない怪物がこのライジンライト級戦線にやってきました。いや何もしてないマジで。勝ちたかったんですけど、何もできず終わってしまって、とにかく悔しいんで本当にまた戻って
ってこれるような試合を積み重ねて声かけてもらえるのを待ってます。Я сюда пришел быть чемпионом, иншаллах. И запомните мое имя. Я будущий чемпион. Знаю, что чемпион – это Роберто Сатоши. В будущем, думаю, мы встретимся с ним. Еще я должен показать себя, но думаю, в будущем мы встретимся. ネットの人たちがですね、すごくハンサムだ、イケメンだという声がすごく多いんですけど、ご自身としてはどうですか？Мужчина не должен быть красивым, мужчина должен быть сильным. ライト級のピラミッドをぶち壊さんとする怪物が登場しました。カザフのボクサーズナックルビストヌルハンズマガジーです。恋の滝登りのようにトップ先生の浮上が始まる金太郎。思うようにいかない戦いからなかなか抜け出すことができませんでした。さらなるレベルアップを求め向かった先が ATT でした。またやるだけかなっていう感じになってます。金太郎が神戸の金網に復活をかけます。中国リ・ユンフォン、ここ5年半は全ての敵たちを打撃と決めで仕留めてきています。最強の力を発揮する戦場へ雷神初上陸。どうですか、ここ最近の金太郎というのは。 ATT 行ったりとか、そのやっぱ格闘技に対していいですね、その要素をどんどん自分で使っていって続けていってほしいなと思いますね。ちょいちょい蹴っていって蹴られたら前に出てくるんで、そこを投げて返し入れる作戦だった。ユンフォンのどうするかですよね、金太郎選手は。おっと蹴りを放っていたところタックルだ。我的就是战術也是把摔結合。ちょっと慌てて立つことをこう意識するんですけど、寝かしてからがちゃんとしてたんで、別のやり方で試合を組み立てようと思って。さあそして今ハーフガードポジションになっていますが、ここから返そうとしたところリバーサルになるでしょうか。どうでしょう、金太郎。残しましたね。そうですね。それもう潜って潜りけ。逃げるふりして得意な形になっていった。そして今上を取っているリ・ユンフォンは肘を落としていきます。さあここで足を取っていくか。おっと足からヒールフックだ、ヒールフックだ、ヒールフックだ、ヒールフックだ。出たな。まさかりヒールでしたね。まさかりヒール。ヒールホールドです。はい。自分のその持ってる技っていう感じで、ATT で寝技の練習がすごい多いんで、落ち着いてできたなっていう感じです。也已经到地面了，但没想到，准备回去养好伤，然后再好好训练，把自己更全面。やった、嬉しいわこれ。久々に取れた。嬉しいです。やっててよかったです。続けてよかった。堀口さんにお世話になったんで、堀口さんの看板にこう泥塗れないなみたいな思ってたんで、安心しました。どんどん勝ってる選手と潰し合いして、またトップに絡めるようにまた頑張っていきたいなと思ってます。復活のまさかり殺法金太郎です。ちょっとずつ多分いい感じに緊張してくると思うんで、あとはその場の雰囲気もしっかり楽しんでバチッと決めきったろうかなと思ってます。ケイト・ローターズ、兵庫県尼崎市生まれ、神戸で育ちました。3連勝で迎えるこのライジン地元神戸での戦いです。会場には家族はもちろん中学の恩師も駆けつけていると聞きます。イ・ゴミ3戦3勝オールフィニッシュ。遅れてきた韓国女子格闘技界のネクストヒロイン。
両選手年齢は1歳差です。身長差も3センチ差。さあ神戸育ちの尼崎生まれケイト・ロータス、白いコスチュームです。右足前の構え、ストライカーでもあります。対するイ・ボミ、組みついて倒してから勝負をする選手。落ち着いてますよね。こうイ・ボミ選手が結構ガチャガチャするタイプなので、分かってたと思うので、それに対して、肘入りましたね。さあ離れながら右入れて、また首ついた。首をしっかり固めながら膝、右を刺すのがイ・ボミ。ハイキック、インカー、踏みかずきで散らしてストレート合わせる、フック合わせるっていうその作戦はできてたんですけど、思った以上に相手がやっぱその後も前に出てきてて、ハイキック、首元入った。右に捉えた。効いたはず。でも出てくる。ちょっと自分の距離作りたいけど、膝カウンター天下を。どうなんですかね、精神的こうプレッシャーっていうのはあんまりなさそうに思いますね。自分がやっぱ追いかけてる分。でも倒れないから。自分の多分足も腫れてます。めっちゃ感触だ。溜まってましたよね、こうやって。포도 버킷이 있게끔 훈련을 많이 했었고, 그리고 이제 그 한국에서 방송하는 거 보니까 저의 그런 모습을 보고 코리안 좀비라고 그러고 하셨더라고요. ワンツー、逆にイ・ボミも出てくる。サイドパンチ。効いてんのに前出てくるから結構パニックっていうか、これでも効かんのやったらどうしたらいいんやろうっていう風に頭の中で思っちゃって、なかなかさせてもらってないんですよね。これ単発はね入るんですよね。はい。うわもうしかし出てくるところ、膝。イ・ボミ選手。効いた、今膝効きましたかね。ちょっとガード下がった右。これはすごいな。肘。ここで戦いが終わりました。フルラウンド。判定に入ります。判定に入ります。赤ペイト。ジャッジ松宮。赤ペイト。ジャッジは3名ともケイト・ロータスを支持しました。ケイト・ロータス選手どんどん強くなってるのをこうやって一戦一戦見させていただいて嬉しいですね。なんかまるで後輩のように感じているので、お母さんの気持ちも分かります。 많이 속상하고 씁쓸합니다. 그래서 발판 삼아서 더 강해져서 돌아오겠습니다. 今日は自分が一番お世話になった中学の時の柔道部の先生が見に来てくれてて、ほんまは KO してもっとかっこいい姿を見せて、中学の時に柔道中途半端にやめてしまったことを謝りたかったんですけど、もうちょっと強くなってしっかり倒せるようになってからまた先生にしっかりと挨拶しに行くので、先生もう少し待っててください。大きな待ってるよ待ってるよ先生、ほんまに迷惑ばっかかけてすみません。皆さんこれからもケイト・ロータスの応援をよろしくお願いいたします。もっといい姿をほんまは見せたかったですね。初めて読んだんですよ、デビューして。なんでもっといい姿を見せたかったですね、本当は。まあしゃあないですね。ありがとうございます。見に来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ベルト巻くんで、ベルト巻くんで、その時また呼びます。楽しみにしてます。はい、また、謙虚に一から、コツコツと努力することを期待してます。今日試合してみて自分自身がちょっとはその人たちに近づけてるのかなと思ったのに、またちょっと遠のいた気がして、その遠いなって、この人たちに追いつくのはって思いましたね。まあでもまた練習してしょうもない試合せんようにもっと頑張ります。
子育てが大変ですがとか、弱い私を応援してくださいみたいな、格闘家だったら強くあれって思います。外交で悪者にしてきた。なるほど。20分ぐらい話してないのに悪いとこしかいい映画撮れたと思ってる。伊沢選手がずっと絶対王者で女子格が盛り上がらないと思ってるんで、なんか私が勝つことで女子の格闘技がいろいろ変わってほしいなって思ってます。ライジン女子スーパートム級タイトルマッチ、ここまでライジンでは4戦先勝。ようやく掴み取った王座挑戦権、最高の景色をプレゼントする。声を震わせ強きママはそう口にしました。手に入れられるか、正真正銘誰もが認める最強の称号と娘たちの弾ける可愛い笑顔。女子スーパーアトム級の世界最高峰はここライジンにある。女王は絶望的な終わりを挑戦者に突きつけようとしています。さあスーパーアトム級王座2度目の防衛を果たし、圧倒的伊沢政権確立へ。超最強超最強超最強なんです。女王伊沢製菓の降臨です。杉山選手、どういった戦いになるかですね。このアトム級の中で、スーパーアトム級の中では大きい方ですからね、はい、伊沢選手は。そうですね。まず中央を取ったのは伊沢製菓の方になります。もう今日は組に行かないで、この自分の打撃をどれだけ実戦で出せるかっていうのをやりたいと思って戦いました。伊沢さんもすごく警戒してて、自分のタックル待ちなのですごい分かった。1ラウンドだからもうすぐ我慢でいいと思った俺は。まあ女子格がもうますます盛り上がりそうですし。ダウンを取りました。今猪木あり状態になりました。1ラウンド目に1回もらった時にやばいってちょっと思ってしまったのが始まりだったんで、警戒している大島立ち上がった。しかし右のパンチワンツー放っていきました。このタックルだ、中に入るが、しかしアッパーからの右、そしてボディへの蹴りからワンツー、頭下げるだ。右のストレートも出していきました。第1ラウンドが終わりました。やっぱ反応があとレーナがいます。レーナ選手が1回目のインターバルで抜かれてた時にはいるなって思いました。ダーリン頑張れ。だいぶ良くなってますよね、打撃、めっちゃすごく伸びるし、さあここからまた組を今右腕を差し込んでいきました。そして膝切り放っていきます。ネルソン体勢です。首くるよ。そしてまた抱え込んでいきました。ギロチに入っていきます。いけるかなって思ったんですけど、相手のセコンドの技の対処の指示がすごい的確だったんで、うまく対処されてたなっていうのあったんで。大島丸々ぞ、膝の中に入れろ。大島膝の中に入れろ。ディフェンスできてるかですよね。第2ラウンド残り1分になろうとしています。さあそして今サイドポジションになりましたね。決まんなかったら最後肘でいかんな。肘を落としていきます。そして鉄を落としていきます。上を取っていきます。さあ残り時間あとわずかになった第2ラウンド、右のパンチを放っていきました。パウンドグラウンドパンチを放っていきますが、足を取ったヒールフックだ。残りの試合時間を気にしてなくて足間にたんで、いてと思った時にはタイムになっちゃって、さあここから足を取っていきました。しかし第2ラウンド終了。大島としてはどこでまたね、そうですね、なかなか前出れないですね。プレッシャーで下がっちゃいますね。そうですね。サーリン思いっきりいけ。負けるな。カウンターもらってでもいいから出なきゃと思って出たんですけど、出ますがタックル、しかし切られた左のパンチ、後ろから組みついていったのは伊沢製菓、立ち上がりました。もっと早くできたらよかったんですけど、MMA 全体のレベルを上げていかないといけないって思ってる中で、倒しに
ければよかったんですけど、そこまでできず、打撃でこう流しながら判定になっちゃったのがちょっと後悔してます。3対0のユナニマス判定。伊沢聖華が2度目の防衛に成功。終わっちゃったっていうか、メンヘラなんですぐ治るんですけど子供も困ってます。なんか大きくなったなという、ママって言ってるけど、なんか空気も読めるようになっちゃって、7歳だからママファイターとして見られたいけど見られたくもない、真剣にこの競技やってるから、自分の中で別にお金稼ぎたいとか、別に知名度が欲しいとかじゃなくて、伊沢選手が最終的なゴール伊沢選手の試合が終わってしまったら、なんか何目指したらいいのかな、やる意味あるのかなって。終わったから入れよかった。よかった。ママ頑張れ。次は勝ってほしいな。ありがとうございました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 。よりレベルを上げなきゃいけないなって思ってるんで、伊沢聖華もオールラウンダーのうちの第一歩だったのかな。だけど決めたかった。いやもう試合忘れちゃったよね、うざすぎて。そうか自分の舞台にしやがってクソ。ちょっとね、今今日来てるんですけど、なんか大御所みたいな人なんかいますよね。大晦日もう一試合行きます。はい、やらせてください。レナリングに刑事にお願いします。ちょっと今日の入り方もちょっとうざかったんで、大御所ですとか言ってクソだなって思って。伊沢選手おめでとうございます。大御所です。すみません。ここで取れたらまたあの時の爆発起こせると思うんで、ぜひ皆さん楽しみにしてください。私は私を信じてます。頑張ります。よろしくお願いします。まあでももうここ自分の舞台なんで降りてもらって最後話させてください。まあまあヘラヘラして見てるのがすごい腹立ちました。続きまして、レイナ選手と対戦します伊沢聖華選手お願いします。では伊沢聖華選手ワンショットになります。正面を向いての写真撮影です。正面を向いてのファイティングポーズされるご一度ポーズお願いします。あの大御所が今日ここに来てないのが本当に腹立ってて、挑戦させてもらう立場のやつがなんで会見に来ないんだってめちゃくちゃ思ってます。じゃあ向かい合えないんですよ、自分と。結局逃げてるんですよ。だから試合本当にやるか分かんないんですよ。試合前になったらまた怪我しちゃうかもしれない。もうだから大晦日マジ尺ないですよ。2分ぐらいで一本勝ち、何もさせない、すぐ帰らせる。西暦2015年、突如生まれた新しき銀河系。時は流れ2025年、6つの惑星、6つの戦争。ライジンフライ級グランプリファイナル、扇久保博正 VS 元谷祐希。ライジンバンタム級タイトルマッチ、井上直樹 VS ダニー・サバテロ。
ジンスーパーアトム級タイトルマッチ。伊沢聖華 VS レーナ。ライジンヘビー級タイトルマッチ。アレクサンダー・ソルダトキン VS ライアン・ベイダー。ライジンライト級タイトルマッチ。オベルト・サトシ・ソウザ VS 野村俊太。ライジンフェザー級タイトルマッチ。ラジャブアリ・シェイドラエフ VS 朝倉未来。惑星大直列の時来たる。